愛って苦しいですよ。おバカさんはすぐに愛情を全部出しちゃう。気が合うか合わないかだと思います。皆様ごきげんよう、デビースカルノです。前回に引き続きいろいろな質問にお答えしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。前回の仕事人間関係編に引き続き恋愛編ということで、今回もたくさん質問が届いております。若いうちはいろいろな経験をしておきたいと思っています。最近はいろいろな方と会っているのですが、いいなと思う人はいても付き合うまではなかなかいきません。重く考えすぎかもしれませんが、長く付き合うという前提のもとであれば、どんな観点を重視してお付き合いしますかという25歳女性からのご相談です。どういう観点とか何とか関係ないと思う。気が合うか合わないかだと思います。その人の学歴がどうとか、その人の人柄がどうとか、家庭がどうとか、その人のルックスがどうとかよりも、まず気が合うか合わないか。フランス語でね、クエスチョン・トゥ・ポーっていうのね、日本語で言えば気が合うか気が合わないかっていうことだと思うんですけれど、最初から心を許せる人、最初から警戒しなきゃならない人、最初からこの人どうかああかとかって思うよりも、もうまず最初にもうその人に好意を持つ、その人に安心感を持つ、その人に信頼感を持つ、気が合うという問題だと思うのね。まず一目惚れするか気が合うか、いっぺんにすぐ意気投合するかしないか。自分が気に入っても相手が気に入ってくれなかったらダメじゃない。アウトじゃない。ご自分の観点でいかない方がいい。だって自分が好きな観点があって会う人がいても、その人にそっぽ向かれたらもうアウトでしょ。どこかで会って気が合って一緒になっている。それとおバカさんはもうすぐに愛情を全部出しちゃう。愛情は小出しに小出しに小出しにしないと、もう全部出してしまうともうその人に新鮮味がなくなっちゃうから、男性は飽きちゃう。別れる時にこの人にもう一回会いたいな、こんなに早く時間が過ぎちゃったんだっていうふうに男性を思わせることができる人じゃないとダメです。だから男性に会うたんびにこの人ってこんな可愛らしいとこがあったんだ、この人ってこんな素晴らしいとこがあったんだ、この人こんな甘く愛らしい、とか、毎回男性が新しい発見をしてくれるように持っていかなかったらダメ。最初からもう世話の女房みたいにお世話することが男性の関心を買うと思ってたら、それはおバカさん。結論を言えば気が合うか合わないかですよ。気が合えばアバタもエクボで、その人の悪いところも可愛らしく見える。気が合ってなければその人の悪いとか、なんて嫌な人だろうと思ってしまう。続きまして16歳の女性からのお悩みです。蛙化現象がなかなか克服できません。周りからはもともとそんなに好きじゃないからじゃないと言われます。本当に好きになったら蛙化しないでしょうか。デヴィ夫人はこの蛙化現象についてご存知ですか？何にも知らないです。今聞こうと思ったところで蛙化現象何ですか？ゲロゲロ。自分が追いかけている状態だった人が自分のことを好きになってくれると、その途端好きじゃなくなってしまうっていうことが若い子の悩みとしてすごく増えて、好きだった相手が生理的に無理とか嫌なところが目についてしまう。好意を向けられると気持ち悪いかもって思ってしまうっていうことなんですが。私それなんか知りませんけど、非常に高慢的な女だろうなと思って、もし自分が思ってる人が自分の方に振り向いてくれたらありがたい、感謝するべきじゃないですか。とんでもないわ。それは相手に対して愛情があったわけじゃないっていうことですよね、きっと。そうですね、それもそうだし、この相談を送ってくれた方が16歳の女性なんですね。それ恐ろしいわね、そんなことそういうこと言ってみたいんじゃない？でも本当はそうじゃないのかもしれない。でも蛙化現象って言ってみたい。恥をかく前にカバーするのと同じですよね。もし自分が好きで思ってる人がいて、その人が振り向いてくれたら、それはもう飛び上がるほど嬉しいはずなのに、嫌になっちゃったっていうのは絶対私それは嘘だと思います。
デヴィ夫人は好きになった相手をと両思いになった途端ちょっと嫌だなって思ったことはもう一回もないですか？自分が好きだった人はずっと最後まで好きなんじゃないですか。ただ自分が思ってたよりもそうじゃなかったって落胆とか失望とかっていうことはあるかもしれませんよ。でもそんな恋愛感情をいただくまでいってないと思います。まず第一に人を愛するっていうことは苦しみが始まることですからね。愛って苦しいですよ。もう一息つくことにその人のことを思っている、それぐらい辛いことよ、人を愛するって。そんな経験もない人たちがそんなことを言うなんて私嫌だわ。続いての相談なんですけれども、好きな人が見つからないです。自分から動かないといけないと思っているのですが、どう動いていいかわからないです。夫人だったらどう動かれますか？という21歳女性からのお悩みです。これね、問題ですよね。小学校やなんかの時でも好きな男の子っていたと思うんですよ。気に入ってる男の子って、中学生になったらもっとあったと思うんですよね。で、大人の社会に入ったらもっとあるはずなんですよね。職場でもどこでも誰かいるはずだと思うんですけどね。どう動いていいかわからない。一度でも話しかけてみたらいい、一度でも動いてみたらいい。やっぱりそんな引っ込み思案ばっかりだったらば、この競争が激しい時代に生き残れないですよ。昔はお見合いっていうのが盛んにあったけれど、今はそのお見合いっていうのがない。だからその SNS とかマッチングアプリとかなんとか使ってもいいんじゃないかなと思いますけどね。そこは結婚したい、相手を見つけたいっていう人たちの集まりなわけですよ。今デヴィ夫人がもし20代だったらどういうふうに恋愛をすると思いますか？この時代で。私だったら積極的にいろんなパーティーに顔を出すし音楽祭でもいいし、美術展に行ってもいいし、合コンだって積極的に行ってもいいんじゃない？もう動かなければ出会いはないです。そりゃそうよ、ドアはノックしないと開けられませんから。ポジティブに能動的にならなきゃね。やっぱり引っ込み思案でいたら誰も相手にしてくれませんよね。で一人でこもっている、お家でゲームしているなんて時間の無駄。ありがとうございます。最後になります。22歳の女性からの質問です。運命の人はいると思いますか？その人にとって運命の人ってどういう人？白馬に乗ったプリンスが自分の前に現れるかって、じゃあご自分は誰なの？運命の人っていうのはもうその人が望む人、その人が描いてる運命の人がこういう人ったら、それには何が必要かっていうことを考えたらいいですよね。大統領とは運命だと思いましたし、サブラン公爵とも運命だと思いましたし、運命の人みたいな人はいますけれども、だから運命の人いるかなって思ってるのは違うってことです。そうおかしい。待ってるだけはおかしいってことです。そうだからこれも愚問だと思う。ちなみにデヴィ夫人の本の中でいろいろな恋愛について書かれていたと思うんですけれども、大抵見目麗しい男性との恋愛じゃないですか。デヴィ夫人はイケメンが好きです、イケメンっていうよりも、どちらかというと美目秀麗っていう感じの方が好き。イケメンっていうとなんか軽い感じするのね。やっぱりきちんとした服装をしている人、礼儀正しい、エチケットを守る、お話も上手で、スポーツ万能で、ダンスもできて、知識も豊富で私を退屈させないそれでは最後にこの動画を見ているビビの読者に向けてメッセージをいただけますでしょうか？何事もやる気にならなきゃダメです。毎日頑張って毎日をですね、楽しく過ごしていれば、その人は生き生きしてますから、きっといい運命に授かると思います。私の回答が皆さんに通じるものか参考になるものか分かりませんけれども、ぜひ私の言ったことをちょっと考えて心の隅に置いといていただけたらなと思います。